ようございます。今日が12月の30日ですね。で、僕は、今年の仕事を昨日でちょうど、仕事納めしまして、で、今日はやっとの、休みなので、今日ちょっと、簡単に日常 Vlog と、あと、今回が年明け最初の Vlog になるので、いろんなちょっと溜まってるトピックとか最近のアップデートなど、語る形式の Vlog を、撮ろうと思います。今日は久々に図書館に行って、勉強をしようと思います。で、今回は見せたVlog で紹介したことがない図書館なので、ちょっとその様子とかも人がいなそうだったら様子も撮ろうと思います。もう試験期間も終わって年末のお休みなのでガラガラです。嬉しいです。ちなみにこんな素敵な庭もあります。この図書館がアルカンターラという、リスボンの、シティの中でいうと西側のエリアの方にある、場所なんですけど、それで僕今日なんでここの図書館にいるかというと、実は最近引っ越しをしました。引っ越し前の家に引っ越した時の Vlog 上げてるので、あれなんか引っ越すの早くないと思った方いらっしゃると思うんですけど、実は前の家、まだ8ヶ月ぐらいしか住んでなかったんですけど、ちょっといろいろあって引っ越すことになりました。まず一つ大きかったのが騒音ですね。上の階に住んでる方からの騒音がすごくて、もちろん高級なマンションでもないし新しい家でもないので、ある程度の生活音は全然許容範囲で耐えることはできるんですけど、結構常識を超えたレベルの騒音が特に夜中に多くて、で、それ直接言っても治らないし、むしろちょっとなんかヒートアップしたような感じで、そう恨みを買ったのか何なのかで、大家さんに相談するも、大家さんもなんかひいきをしてるのか怖いのかでなかなか注意もしないし、大家さんも非協力的で、その他にもいろんなことがあったんですね。施設に関する話で、欠陥だったり要望だったりをちゃんと聞いてくれなくて、結構住人の声を放置するみたいなことがあって、結構いろんなもう住人の方が一気に出ていって、僕もその流れでもともと1年契約だったんですけど、もう1年契約は無効だと思いますっていう話をして引っ越しをさせてもらって、もう今完全に今、アルカンタールではないんですけど、もうこっちの西側の方に引っ越しをしてきました。本当泣き寝入りは良くないなっていうことです。もう本当に我慢できないと思ったらちゃんと意見を伝えて、改善できないのであれば引っ越す権利があることを主張するっていうのが本当に大事だと思います。僕本当に幸い引っ越しができて、今より平和であると思われる家に引っ越してこれたので、とっても今安心してます。アルカンターラのライブラリーもすごい素敵じゃないですか。アマランテの Vlog でも話した通り、ポルトガルの図書館は本当に素敵なんですよね。古い建物を利用して作ってるので趣があって、本当に僕ああいう古い感じの図書館が大好きです。今からちょっとこのアルカンターラの辺りからまた久々に夏ぶりにアジュダの方までのちょっと散歩コースを皆さんと共有していこうと思います。
この高台の上に来るとサンタアマロチャペルという教会があります。で教会の裏がミラドールなんですけど、今日なんか霧がすごくて何にも見えないですね。すごい、こんなもう午後昼過ぎてるのにこんなに霧すごいの初めて見たかも。ちなみに霧を階段を下がっていくと、以前の Vlog でご紹介させていただいているアルマンズ・マーティンズ・コンテンポラリー・ミュージアムがあっちにあります。降りてすぐです、あの坂を。はい、で今日の Vlog は2025年の振り返りと2026年の抱負もお話ししたいなと思ってて、2025年はもうすごい得るものが大きい1年でした。この YouTube のチャンネルもともと存在はしてたんですが、アクティブにアップデートするようになったのがちょうど去年の年始からで、そこから月に3本かなずつ動画上げるようになって、で、そこでいただいてるコメントがすごい今励みになってると思います。そこでいただいてる優しいあったかいメッセージとか、おすすめとか、いろんな知識がすごい糧になっていて、毎朝動画上げた後にコメントチェックするのがすごいこう幸せな瞬間です。たまに意地悪なコメント来たりしてそう迷惑だなって思うことあるんですけど、ただ、本当にそれは一部で、ほとんどが高いコメントで、すごいコメントによる学びとか、あとモチベーションになってるのがすごい僕は今それが幸せで、 YouTube 始めてよかったなと思います。再生回数は本当に少なくて、全然なんていうんですかね、かける時間に対しての再生時間ちょっと少ないなとか思うことはあったりするんですけど、でもそれでもコメントで得てるものがとっても大きいので、 YouTube を本格的にやるようになったのがとてもこういい習慣としてついた1年だったなって思っています。で、あともう一つはやっぱり生活にすごい余裕が出た1年だなって思いました。僕思ったより最初の年からここでの生活そんなに不慣れな部分がなくて、こうすんなりこの文化に馴染めてるなって思ってはいたものの、やっぱりでもいろんな手続きのこととか税金のこととか、保険のこととか、やっぱりいろいろ手間がかかる部分はあったりしたので、そういう部分がちょうど春ぐらいですかねに落ち着いて、そこまでの一通りのいろんな作業というか雑務を終えたタイミングぐらいからすごい気持ちに 100% の余裕ができました。常になんかあれ大丈夫かな、これ やらないとみたいな、こうちょっとなんていうんですかね、心のなんていうんですかね、わだかめみたいなのがちょっとあった部分はあったんですけど、それが今完全になくなって、もう結構役所に行ったりするのとかももう何でも来いみたいな心構えでいけるようになったので、やっぱりもちろん慣れない部分は未だありつつも、そういうところに対する不安とか、不満がなくなってきたかなって思っていて、心の余裕ができた1年だったと思ってます。であとはやっぱりいろんなところに旅行に行けたのがすごい良かったです。もうほぼ毎月ですね、1月のレイリアンに始まり、最新 Vlog のアマランテまで、計14都市ですかね。で、リスボン大都市圏を含めると、17箇所ですね、行って、もうポルトガルはリスボンだけじゃないので、いろんなこう街の文化とか歴史勉強するのがすごい楽しくて、もともと僕そんなになんていうんですかね、観光に熱心なタイプじゃなくて、ポルトガル以外の国行くときはそんなに観光しないでずっとゆっくりするタイプなんですけど、やっぱりポルトガルのことを学ぶのがすごい楽しくなり、それを毎月最低1箇所行っていろいろ吸収するっていう
こういい習慣ができたのも去年1年の収穫だったなと思います。もう早速次の1月もいろいろ計画立ててるんですけど、この習慣がすごいいいなって思います。来年も絶対これは続けていろんな街に行きたいと思ってますし、毎日いろんな視聴者さんがおすすめの場所とか、教えてくれるので、そういう場所も全部ウィッシュリストになっているので、ちゃんと、制覇できるようにどんどんいろんな場所を巡っていきたいなと思っています。そうなんで、まとめると、とってもいい習慣、 YouTube での皆さんとのコミュニケーションだったりとか、あとポルトガルについて学ぶ機会が増えてモチベーションも上がってっていうところと、気持ちの余裕ができたっていう、ポルトガル2年目の、2025年だったなと思ってます。で、2026年の目標としては、このペースをきちんと維持しつつ、あんまり無理はしないでこのスタンスをずっと保っていきたいなと思っていて、あとはちょっとポルトガル語が僕まだまだちょっと会話レベルができないので、読み書きをまずですね今極めてるところなので、そこをよりちょっとヒートアップさせていきたいなっていうところと、あともうちょっと実務的な会話レベルのポルトガル語も、もっと身につけていくっていうのも、もう一つの目標で、ちょっとですねやっぱり勉強の量を増やしたいなっていうところと、そうですね、ポルトガル語の勉強をもっと頑張るっていうのも来年の2026年の抱負の一つです。あとはですね、僕ちょっとまだ今は話せないんですけど、いろいろちょっと仕事も新しくやりたいこととかがあって、僕もともとの仕事はマーケターというか、日本の会社のマーケティングですね、 CRM とかをいろいろ手伝う仕事してるんですけど、そういうことをしてて、それ以外でポルトガルに関連するちょっと仕事もこの YouTube を軸にもうちょっと広げていきたいなと思ってはいて、今結構いろんな方とかお店とかが案件のお話とかくださったりするんですけど、基本的にまだちょっと受けていなくて、っていうのも今後自分がやっていきたい方向性とかもあるので、なかなかちょっとこの仕事やりたいとかやるべきって思うまでの一線にまだ踏み込めていないのでなんですが、ちょっとそうですね、今後は仕事の幅を広げるっていうのも2026年やっていきたいなと思っています。ちょっとビジョンはあるんですけど、まだ何ですかね、皆さんにお話しできるほどのレベルではないので、またそういう話も2026年中には形にしてお伝えしていきたいなとは思っています。やりたいことはいっぱいあれど、落ち着いて無理せずやっていきたいので、ちょっとそこはマイペースに進めていきたい、部分になってます。なのでですね、ちょっと長々と話しましたが、本当に、この2025年の1年は YouTube を通して、皆さんからすごい温かいメッセージとか情報知識をたくさんいただき、それがすごい今嬉しいし楽しいです。でそこから得るものがとっても多いと日々思っているので、これからも YouTube はですね今まで通り、1ヶ月に3本なるべく上げるように続けていきつつ、皆さんにもっと質のいいものをお届けできるように維持していきたいなと思っています。本当に YouTube してよかったなって今思っているところです。今はですねどんどん、アジュダの方に入って、アジュダの高台の方へ坂をもうぐんぐん登っていってます。アジュダ宮殿の方まで、登っていこうとしているところです。前アジュダ宮殿来た時はバスで来たので、歩いてくるとすごい高いところにあるんですね。アジュダ宮殿に到着しました。以前 Vlog で撮ってますが、もしまだ見てない方は僕の過去の Vlog 見ていただければと思います。宮殿の横を抜ける下りの坂道がすごい素敵で、あそこのビューがとっても好きなので、
そこをちょっと通ろうかなと思って宮殿をちょっと突っ切ります。そう、この通りの雰囲気が僕すごい好きなんですよね。また川の近くに降りてきて、アルカンタールの方にぐーっと回って戻っていってます。はい、あの後ですね、一旦帰宅して、で家で夕飯を食べて、でちょっと時間がある、かつ今日は昨日の仕事納めを無事に終えて気分がいいので、特にこう予定とかもなかったので、一人でちょっと散歩がてら一杯しながら、またちょっと夜語りをしようかなと思います。エストレラの大通りもイルミネーションすごい綺麗ですね。そう、今日夜も撮ろうと思ったのが、1月のだいたい6日ですかね、祝日ぐらいでだいたいイルミネーションとか全部終わるので、そうせっかく綺麗なうちに夜の散歩の様子ももうちょっと撮っときたいなと思って、皆さんと一緒にちょっと散歩を楽しむ気分で撮っていきます。はい、これが見せたかったんですよ。エストレラの方からカンポドウィリック上がっていくこの大通りが、冬のイルミネーションがすごい素敵なんです。もうあと1週間も経てばこの景色終わっちゃうの寂しいですね。じゃあまたこの通りを降りて、エストレラに戻っていきます。僕の Vlog ではおなじみのエストレラ庭園の、バナナカフェですね、キオスクに来ました。ちょっと小さいビールだけ一杯いただきます。乾杯。はい、では今回の Vlog はこの辺りで、おしまいにしようと思います。新年一発目の Vlog、今回はちょっとシンプルに散歩といろいろ語ったりという形で、作ってみました。また次回の Vlog も楽しみにしていただけますと幸いです。では今回の Vlog も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。